皆さんこんにちは。エージェントのカレンです。絶賛公開中の新エヴァンゲリオン劇場版、公開から1週間で興行収入は33億を突破し、観客動員数は約220万人に達するなど快進撃が続いています。田植えをするレイなど劇中の一部のシーンも限定公開され、ファンの皆さんによるストーリーや伏線の考察、振り返りが進んでいますね。作中それぞれのヒロインに焦点を当てていくこのシリーズ、今回は前回のマリの考察動画から視点を変えた内容になっています。新エヴァ本編のネタバレを含みますので、視聴の際はご注意ください。また、すでに公開しているマリの紹介動画を見ていただけると、より理解が深まると思いますので、よろしければこの動画と合わせてご視聴をお願いします。今回は前回の解説動画とは異なり、劇中でマリが登場した機体、エヴァンゲリオンたちに焦点を当てていきたいと思います。マリが新劇場の作中で登場したエヴァは、主に3種類。ユーロネルフの仮説5号機、アスカ不在で借り受けた2号機、そして彼女の代名詞ともいえる8号機です。歯の冒頭に登場するエヴァ仮説5号機の正式名称は、封印監視特化型限定兵器人造人間エヴァンゲリオン局地仕様仮説5号機です。この機体はネルフのベタニアベースに封印されている第3の使徒の封印監視を目的に施設内での戦闘に特化した仕様でした。下半身は4本足の多脚型であり、腕は義手パーツで補っているので、他のエヴァとはかけ離れた異形の姿になっています。封印に成功した使徒を監視しつつ、その封印が解かれた有事の際に対応、殲滅することを目的にしていたようです。右手の巨大な槍は簡易式のロンギヌスの槍で、正面からの突進で高い威力を発揮します。狭い坑道でその突進力を確保するために、4本足に車輪を装備して高速移動を可能にしました。エヴァの共通装備ともいえるアンビリカルケーブルは装備しておらず、肩アーマーの上部にパンタグラフを設置することで、ケーブルに頼らないスムーズな電力供給が行えるように工夫されています。とはいえ、人型からかけ離れた形状のせいでシンクロ率は低く、武装もほとんどが試作品。登場するマリに用意されたプラグスーツもケーブルやヘルメットが目立つ旧型のもので、決して完璧に調整された機体ではありませんでした。しかし、そんな未完成の仮説5号機でマリは奮戦。第3の使徒と共に仮説5号機を自爆させて、マリ本人はエントリープラグで脱出しました。この一連の事件はベタニアベースで進められていたマルドゥック計画を頓挫させるためにゲンドーが画策したものでした。新エヴァンゲリオンの劇中でもキーアイテムになっているネブカドネザルの鍵を盗み出すきっかけにもなっています。新劇場版歯では、先ほど解説した仮説5号機と2号機に代理として登場したマリですが、彼女の専用機として本格的に運用された機体は8号機です。マリのパーソナルカラーであるピンクを基調にしたカラーリングが特徴的で可愛らしいですね。正式名称は汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン正規実用型ヴィレカスタム8号機。ネルフが建造していたものをヴィレが強奪してマリの蒸気になりました。Q の冒頭で登場したのがアルファ仕様。後に全体的に装甲が分厚くなり、マッシブにカスタマイズされたベータ仕様に強化されます。新エヴァンゲリオンでは Q の戦闘で失われた両腕を機械の義腕で補った臨時戦闘形態で冒頭から登場。リング状のパーツで胴体と長い腕を強引に接続し、胴体を基部に回転する独特な構造になっています。この仕様に関してはマリも面白いけど人型の可動域ではないと愚痴を漏らしていました。両腕の先には重機関砲をむき出しで接続し、その火力で敵を圧倒していましたが、連射に砲身が耐えきれずに焼き付いてしまいました。やはり間に合わせの改造では限界があったようです。パリでの戦闘でユーロネルフの施設を奪還したことで、エヴァ関連のパーツを確保したビレ。最終決戦で8号機はさらなる改造を施され、超極限空間対応用装備追加可能型
回8号機ガンマ両腕暫定的補強仕様となります。同じく最終決戦仕様に改造された2号機とともに13号機破壊を目的として突撃を敢行。背中に格納した武装を次から次へと2号機に投げ渡して徹底的にサポートする姿がとても印象的でした。協力して AT フィールドを展開する離れ技も披露し、アスカとマリ、2号機と8号機は抜群のコンビネーションを見せつけます。しかし、玄道の策にはまったアスカは第13号機に取り込まれ、ガフの扉の先にあるマイナス宇宙へと連れ去られてしまいます。冬月と再会したマリは、ムンダを乗っ取っていたエヴァンゲリオンマーク9を撃破して、8号機に捕食させることで、8号機をプラス4 in 1状態にして、シンジをマイナス宇宙へと連れて行きました。冬月と再会したマリは、冬月が用意したアダムスの器であるマーク10、マーク11、マーク12をさらに取り込みます。結果的に8号機はマーク9とマーク10、11、12の計4体を吸収し、エヴァンゲリオン8プラス9プラス10プラス11プラス12号機、つまり5体分のエヴァの力を得て進化を遂げました。このあたりの描写については終盤のテンポもあってややこしく感じた方が多いと思います。作中で言及されたオーバーラッピングとは他のエヴァを捕食し取り込む機能でした。この単語の元ネタの一つとして考えられるのがウルトラマンシリーズの第6作ウルトラマン太郎に登場した技ウルトラオーバーラッピングです。庵野氏はウルトラシリーズの大ファンとして知られていて、過去には帰ってきたウルトラマンバッドアロー1号発進命令という自主制作映画も制作しています。新エヴァンゲリオンの次には新ウルトラマンの公開も控えていますね。アダムスのモチーフがウルトラマンたちに酷似していたり、用語の一部が流用されていたりと、エヴァの作中にはウルトラシリーズが元ネタとなる要素があちこちに散りばめられています。これについてはまた別の動画で詳しく触れる機会があると思います。さて、ウルトラマン太郎の第25話燃えろウルトラ6兄弟で、主人公のウルトラマン太郎はウルトラオーバーラッピングで初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンジャック、ウルトラマンエース、合計4人の光の戦士たちと合体を果たします。この後、さらにウルトラ6 in 1によってゾフィーと合体し、太郎はスーパー太郎にパワーアップしました。やはり用語の節々にオマージュの元が感じ取れますね。マリの8号機はそのまま捉えればエヴァシリーズの8番目の機体ですが、マーク6などの英数字のナンバーが振られた機体を除くと0号機、初号機、2号機、3号機、仮説5号機、8号機の順になり6番目の機体にあたります。またパイロットとしてのマリもレイ、ファーストチルドレン、アスカ、セカンドチルドレン、シンジ、サードチルドレン、当時、フォースチルドレン、カオル、フィフスチルドレン、マリ、シックススチルドレン。新劇場で当時はエヴァに登場したわけではないので、少々強引ですが、6番目のパイロットと考えることもできます。先ほど説明した通り、ウルトラマン太郎はシリーズ6番目の作品です。8号機、ひいてはマリのモチーフとして太郎が元になっている可能性は捨てきれません。ウルトラマン太郎はウルトラタワーからウルトラベルと呼ばれる秘宝を持ち出すために他のウルトラマンたちと合体して変身しました。命、正義、平和、3種類の炎で守られたウルトラベルは宇宙のあらゆる平和を導く福音を鳴らすと言われています。くしくもそれはネオンジェネシス、新世界創造の福音を鳴らすシンジの姿と重なっているように見えませんか？シンジが槍を使って初号機をはじめとするエヴァたちと別れを告げたその後で、マリと共にシンジを救いに現れた8号機はシリーズの終わりを締めくくる本当の意味で最後のエヴァンゲリオンだったのかもしれません。いかがでしたか？今後取り上げてほしいヒロインがいればコメントください。感想もお待ちしています。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。マリちゃんの動画もついに3本目ですね。改めましてこんにちは。カレンちゃんの声を担当しておりますシユです。すごい3本ともなると本当に深く一人のマリちゃんという子について掘り下げていて、どんどん知ることができるのが楽しいし、何より動画を見てくださった皆さんがたくさんエヴァンゲリオンについて
考察していて、本当になんだか一緒に楽しんでいる気分になってとても嬉しいです。今回はマリちゃんというよりはちょっとエヴァンゲリオンの機体について掘り下げていましたが、結構3機体も乗ってたんですね。なんか相性とかもあるので3種類の機体に乗れるのってすごいなーって思いながら見てました。でもやっぱりマリちゃんといえばピンクの8号機なイメージなので、8号機に乗っている姿が一番好きかな。皆さんはどの機体を操っているマリちゃんが一番好きですか？今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でもお話できたら嬉しいです。